これが事件の真実だ。大間くんと犯人2人が協力して作り出した恐るべきトリックを紐解いていこう。昨夜自分の研究教室にいたキーボくんは窓の外に夢野さんの姿を見かけた。彼女は黒いケースを抱えたままえぐい猿の格納庫へと向かっていた。そして格納庫に着いた彼女はトイレの換気窓から中にいる人物に黒いケースを渡した。それを受け取った人物こそがこの事件の犯人なんだ。格納庫のトイレに監禁されていた犯人は夢野さんにある武器を運んでもらったんだよ。その武器とは春川さんの研究教室にあった組み立て式のクロスボウだ。犯人はこのクロスボウを使って自分を監禁した大間くんに戦いを挑むつもりだったんだ。犯人がクロスボウを手に入れてしばらく経った頃、今度は春川さんが格納庫へと向かっていた。大間くんを倒して監禁された犯人を救出するため、彼女は一人で格納庫に突入しようとしていたんだ。ただ格納庫には電子バリアがあって中に入ることはできない。でも春川さんはエレクトハンマーを使うことで思いがけない方法で電子バリアを突破したんだ。えぐい猿をエレクトハンマーで機能停止させた隙にその中に乗り込んだんだよ。電子バリアがえぐい猿には無効なことを利用してえぐい猿ごと格納庫に突入しようとしたんだ。ちょうどその頃格納庫では犯人と大間くんが対峙していた。きっと大間くんが様子を見に来た時を狙って犯人がクロスボウで反撃に出たんだ。でも犯人に殺意があったわけじゃない。あくまで大間くんの無力化が目的だったはずだよ。だからこそ犯人が撃った矢は大間くんの右腕に刺さったんだ。本気で殺すつもりなら急所を狙ったはずだし、不意打ちすることも可能だったはずだからね。クロスボウの矢を食らってひるんだ大間くんに犯人はすぐさま飛びかかった。隙を見せれば大間くんがリモコンでえぐい猿を呼び寄せてしまうかもしれないからだ。そして二人はもみ合いになった。でもその時思いもよらない事態が起きたんだ。格納庫のシャッターが開いてえぐい猿が中に入ってきたんだよ。大間くんも驚いたはずだ。自分が操っていないえぐい猿が突然現れたんだからね。彼はすぐにリモコンを取り出しそのえぐい猿を制御しようとしたけど、えぐい猿のコックピットから飛び出した春川さんが大間くんめがけてクロスボウを撃ったんだ。その矢は大間くんの背中に命中した。しかもその矢はただの矢じゃなかったんだ。その矢には僕の研究教室にあった致死率 100% の毒薬拷問致死薬が塗ってあったんだ。春川さんは大間くんに洗いざらい吐いてもらってから彼を殺すつもりだったらしいけど、でもそんな毒に侵されても大間くんは真実を語ろうとはしなかった。業を煮やした春川さんは彼にとどめを刺すべく再びクロスボウに毒矢をセットし引き金を引いた。
だけど次の瞬間、今度は春川さんにとって思いもよらない事態が起こってしまったんだ。春川さんを人殺しにさせたくなかった犯人が身を挺して大間くんをかばい、自分の左腕に毒矢を受けてしまったんだ。春川さんは僕の研究教室にある解毒薬のことを思い出し、すぐに格納庫を飛び出した。残された2人の体にはゆっくりと拷問致死薬が回り、確実な死が訪れようとしていた。でもこの絶体絶命の状況の中で大間くんは思いついていたんだ。このアクシデントすらも利用した殺し合いに勝利するための嘘をね。殺し合いに勝利すること、それはモノクマに勝つこと。それこそが大間くんの真の目的だったんだ。彼が首謀者を語ったのもそのためだったんだよ。そして大間くんは格納庫のシャッターを閉め、春川さんが戻ってきても中に入れないようにした。それが大間くんの最後の嘘の始まりだったんだ。春川さんが解毒薬を手に戻ってきた時にはもう格納庫には入れなくなっていた。そこで彼女は格納庫の横に回ると、犯人をトイレに呼び寄せ、換気窓から解毒薬を渡した。でもその解毒薬は一度は犯人の手に渡ったものの、すぐに大間くんに奪われてしまって、二人の目の前で大間くんに飲み干されてしまったんだ。それを見た春川さんはかなり動揺したはずだよ。だって解毒薬は一つしかないからね。そして彼女は自分の毒矢が原因で犯人が死んでしまうと思い込んでしまったんだ。でもそれも大間くんの嘘の一つなんだ。彼は解毒薬を飲むふりをしていただけだったんだよ。その後春川さんは何とか格納庫の中に入ろうと操作パネルの破壊を試みたりもしたけど、結局シャッターを再び開けることはできず、最終的には格納庫を後にするしかなくなったんだ。そして春川さんが格納庫から離れた直後、大間くんはある武器を取り出した。直径50メートル以内のあらゆる通信を約2時間妨害できる武器、エレクトボムだ。大間くんはエレクトボムを使うことでモノクマの監視を妨害しようと考えたんだ。入間さんにエレクトボムを作らせたのも最初からそのためだったんだろうね。そしてエレクトボムを起動した後、大間くんは犯人に解毒薬を飲ませた。そして解毒薬を飲ませた後、大間くんは犯人に計画に協力するようにお願いした。大間くんの考えた嘘は犯人がいなければ実現不可能だからだ。普段の犯人なら絶対にそんな提案には乗らなかったと思うけど、命を救ってもらった負い目もあってその頼みを承諾してしまったんだ。それはお願いというよりもむしろ命を使った脅迫に近いものだったんだ。こうして二人は共犯とも異なる
常識外れの協力関係を結んでしまうんだ。二人は急いで準備を行わなければならなかった。大間くんが拷問致死薬で死んでしまえば計画は全て無駄になってしまうからだ。トイレでの現場工作を済ませると、犯人は床に寝かせた大間くんをプレス機まで引っ張った。こうやってトイレの入り口からプレス機まで続く引きずられたような血痕が残されたんだ。そして犯人に支えられた大間くんがプレス機の操作盤の前に立つと、そこから二人はいよいよ常識外れの嘘の仕上げにかかった。大間くんがプレス機の操作盤の近くにビデオカメラを設置している間に、犯人はプレス機の台座に仰向けになった。上着の袖に両腕とも通さず羽織るような格好でね。そして大間くんがプレス機のスイッチとビデオカメラの再生ボタンを同時に押すと、犯人の上にプレス機がゆっくりと降りてきて、その光景がビデオカメラに収められた。本来プレス機には安全装置があるんだけど、これもエレクトボムの効果で無効化されていたんだ。そのままさらにプレス機は降りてきて、カメラの視界から犯人の姿が消えた瞬間、大間くんがプレス機の強制停止ボタンとビデオカメラの一時停止ボタンを同時に押したんだ。そしてそのタイミングで二人は入れ替わって、それぞれの役割を交代したんだ。これから殺される被害者と、これから殺す犯人とでね。そしてさっきまで被害者役だった犯人が再びプレス機とビデオカメラを動かしたんだ。これは被害者と犯人が協力してこそ成立するトリック。このために大間くんは犯人の命を救っておいたんだ。たとえ自分が死んでもこの殺し合いに勝利するためにね。こうして大間くんはプレス機で押し殺され、その映像がビデオカメラに残った。犯人の服の左袖がプレス機からはみ出ていたこともあって、あたかも犯人が被害者のように見える映像がね。そして一人になった犯人は映像を収めたビデオカメラを回収すると、プレス機の電源コードを引きちぎって二度とプレス機が動かないようにしたんだ。プレスされた死体が誰なのかを確認できないようにね。ただ殺害にプレス機を使った狙いは被害者を隠すためじゃない。被害者の死因を判断できないようにして誰の犯行なのかわからなくするためだったんだ。モノクマですら犯人がわからない殺人。それが大間くんが考えた嘘の目的だったんだよ。その後犯人は再びトイレに戻ると、大間くんの服を便器に流して、最後に格納庫のエグいサルに乗り込んで姿を隠すと、そのまま息を潜めてじっと待ち、そして大間くんのふりをして学級裁判に現れたんだ。大間くんの意志を継いでモノクマを騙し切り、学級裁判で真の首謀者を倒すためにね。これが大間くんと犯人が二人で作り上げた犯人不明トリックの全貌だよ。
それは、君なんだよね。超高校級の宇宙飛行士、桃田海斗くん。